こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は CS 化学工業です。スマートフォンのブランドでも自動車の名前でもありません。けれど、その完成品が動き出す前の素材の舞台を作っている会社です。画面の中の半導体、街の地下を走るパイプ、電子部品の中の樹脂、化粧品や医薬品の周辺にある機能材料、バラバラに見える世界の奥にCS 化学の仕事があります。素材会社の面白さは名前が前に出にくいことです。消費者が見るのは完成品です。でも品質ぶどまり、耐久性を左右するのはその一つ手前にある材料です。一つ目の柱は塩化ビニル樹脂、つまり塩ビです。上下水道、建材、電線、包装など社会の骨格に近い場所で使われる素材です。塩ビは軽く加工しやすく長く使える素材です。見た目で驚かせる材料ではありません。けれど壊れにくく、必要な場所に安定して届く。その地味さが価値になります。CS 化学は米国子会社を通じた塩ビ事業でも大きな存在です。素材は工場で作れば終わりではありません。需要地に近い生産、販売網、原料や物流を組み合わせて市場に向き合います。ただし、生活インフラに近い素材でも市況の波は避けられません。住宅や建設の動き、原燃料価格、物流、為替、良い材料を作る力に加えて価格と数量の波を見る力が問われます。2つ目の柱は半導体関連材料です。半導体シリコン、フォトレジスト、マスクブランクス、合成石英製品。ここでは完成したチップではなく、チップが生まれる前の環境を支えます。シリコンウェハーは半導体回路が作られる舞台です。舞台が平らで清らかでばらつきが小さくなければ、その紙に描かれる微細な回路は成り立ちません。電子材料の世界ではほんの小さな不純物や厚みの違いが結果を変えます。目に見えない差がぶどまりや性能に響く。CS 化学の強みは科学と精密製造の積み上げです。生成 AI やデータセンターの広がりで半導体材料への期待は高まっています。ただし需要は一直線ではありません。用途ごとに強弱があり、先端の材料ほど夢と循環が同時に来ます。3つ目の柱はシリコーンやセルロース誘導体などの機能材料です。ここで売っているのはただの物質ではありません。柔らかさ、耐熱性、膜を作る力といった用途に合わせた機能です。シリコーンは自動車、電子機器、化粧品、医療周辺などで使われます。名前は見えなくても手触り、密着性、耐久性、保護する力の裏にいる。素材は製品の性格を静かに変えます。加工、商事、技術サービスも素材を使える形へ近づける仕事です。材料そのものと使いこなす知恵をつなぐことで顧客の現場に入っていきます。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。CS 化学の数字を見ると、静かな素材企業がどれほど大きな産業の流れを受け止めているかが見えてきます。2026年3月期、つまり2025年4月から2026年3月までの売上高は約2兆5740億円でした。完成品の書場に出にくい会社としては非常に大きな規模です。同じ期の営業利益は約6352億円。親会社株主に帰属する当期純利益は約4744億円でした。売上だけでなく、利益を残す力も重要です。ただ、数字は強さだけを語るものではありません。2026年3月期は売上高が大きい一方で、営業利益は前年より減少しました。素材会社は市況や需要の波を受けます。現行の報告セグメントで見ると、大きな柱は電子材料事業と生活環境基盤材料事業です。半導体の先端分野と暮らしを支える基礎素材、この2つが同じ会社に並びます。電子材料事業の売上高は約1兆158億円でした。半導体シリコン、気土類磁石、フォトレジスト、マスクブランクスなど、見えないところで先端産業を支えます。生活環境基盤材料事業の売上高は約9814億円でした。ここには塩化ビニル樹脂など生活や産業の基礎に近い材料が含まれます。
機能材料事業と加工商事技術サービス事業もあります。細かい数字を覚える必要はありません。重要なのは素材の入り口が一つではないことです。CX 化学の面白さは、塩ビ子鏡と半導体材料サイクルという性格の違う波を同じ会社の中に持つことです。片方は住宅や建設に近く、もう片方は先端デバイスに近い。単純に半導体会社とも単純に塩ビ会社とも言い切れない。だから数字も波を分けて見る必要があります。素材事業は今日思いついて明日作れるものではありません。工場、品質保証、人材、顧客の認証、長い取引関係、投資を決めてから成果が見えるまで時間がかかります。先端材料では作れる技術だけでなく、必要な時に安定して供給できることも競争力です。半導体の生産は材料が一つ止まるだけでも影響を受けます。塩ビでも考え方は似ています。需要値がどこにあり、原料をどう調達し、物流をどう組むか。素材企業は研究室だけでなく、世界地図の上で工場を考えます。CX 化学の強さは単品の流行に乗ることだけではありません。高品質の材料、顧客との長期関係、複数の事業の組み合わせ、そして財務体質。見えない積み上げが競争力になります。一方で強い会社でも無風ではありません。半導体が調整すれば電子材料に影響し、建設が弱ければ塩ビ子鏡に影響します。社会に深く入り込むほど景気循環とも近くなります。原燃料価格が上がると素材企業は価格転嫁を迫られます。為替も海外売上やコストの見え方を変えます。ここには製品力と顧客関係が現れます。化学素材には環境負荷という宿題もあります。省エネ、排出削減、リサイクル、製造プロセスの改善。社会に必要な材料を作り続けるには、成長と責任を同時に進める必要があります。CX 化学は消費者の目に毎日映る会社ではありません。けれど、地味であることは弱いという意味ではありません。顧客の製品が自然に動くほど、素材は裏側に隠れていきます。裏側にいるからこそ、止まった時に存在の大きさがわかります。見る鍵は、半導体材料の需要、塩ビ子鏡、原燃料価格、為替設備投資です。ただし、これは投資判断の結論ではありません。素材会社を理解するための観察ポイントです。一つ目のリスクは、半導体の循環です。生成 AI 関連が強く見える時期でも、すべての用途が同じ速さで伸びるわけではありません。在庫や投資の調整も数字に出ます。二つ目は塩ビ子鏡です。住宅、建設、海外需要、供給量の変化が価格と利益を動かします。インフラに近い素材だから安定で終わらないところが難しさです。三つ目は設備投資です。先に大きく投資し、後から需要が来る。その時間差をどう管理するかが重要です。将来を約束することはできませんが、準備には時間がかかります。今日の鍵、一つ目。CX 化学は完成品の手前で世界の産業を支える素材企業です。スマートフォンやインフラの表面ではなく、その成立条件に近い場所で働いています。二つ目。塩ビと半導体材料という別々の波を持っています。生活環境基盤材料は市況や建設需要を受け、電子材料は半導体サイクルを受ける。ここを分けてみると、会社の姿が立体的になります。三つ目、地味さは価値が小さいという意味ではありません。主役が安心して動ける舞台を作ること。それが CS 化学の物語です。完成品の名前の奥に素材の仕事があります。次に身の回りの製品を見るときは、その奥にある素材を想像してみてください。見えない材料が社会の形を支えています。日本企業の物語はまだ続きます。上杉翔平でした。次のショーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。